ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ、自己最高記録25メートル潜水。2つ、10キロオーバーの GT の捕獲。3つ、10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成しきることができるのか。はい、ということで本日20日目3分の2が終わりました。昨日海に入れなかった分コンディションをバチバチに仕上げております。今日もね最強の味噌汁をね食べていくんですけども、潜る前俺何も食べないじゃないですか。いつも砂糖水とか飲んでるんですけど、やっぱりあれだけだとねエネルギー的にねちょっと少ないんで、今日わざわざ朝5時に起きて朝ごはんを食べてます。今時刻は5時36分です。マサル早起きもできます。11時ぐらいから潜りに行くんですけども、完璧なコンディションを今整えてます。冬瓜とかもね消化良さそうだしね。魚はね消化に時間かかるんで食べません。素潜りぐらいまで突き詰めた感じになると、どれだけ息を長く止めるかってどれだけ脳に酸素を使わないようにするかとか、どれだけ消化器官の酸素を使わないようにするかっていう、とにかくね酸素を使わないようにかつエネルギーが満たされてる状態を目指すんですけど、今日はもうバチバチに整ってきてます。じゃがいもなんてねちょうどいいですよ。これ3日目ぐらいなんですけど、冬瓜が消えてなくなりました。ドロッドロになって液体化してる。ということでエネルギー補給完璧です。で今から11時半ぐらいから潜り行くんですけど、それまで時間があるんですね。これ何をしてるかと言いますと、ちゃんとね水産工場のね運営もしてますんで、今1時間のミーティングが2つ入ってますね。乗り切りましょう。はい、ということで10時まで5時間ぐらい時間があるんですけども、今日の愛読書ガストロフィジックスというジャンルのね本を読んでおります。申し訳ないんですけども、料理できない料理適当キャラでやってたじゃないですか。すいません、商品開発レベルに料理の知識つけてます今。お楽しみに。でマサラ本を読むのが得意です。レトルトカレーを作ると言ったら俺はもう本当にそれなりのクオリティでレトルトカレーをね作ろうと思ってる。でね名前がねすっごく重要っていうことがね分かったんだけど、名前決める作業がねすごい苦手なんですよ、そこら辺が。だから視聴者さんねコメントで俺が作るカレーネーミング募集します、うわこれだと思うようななんかネーミングがあったらいいね。今日もゆったりと勉強をねしていきます。今日こそ絶対に GT を取る、絶対にだ。今回のルールのおさらい。普通の魚が 1kg500 円、ブダイが800円、南洋ブダイが1200円、高級魚ハタが2000円、そして最高級魚スジアラ、コクハンアラ、フエダイが3000円となっております。というわけで伝説達成に向けて海に向かったマサル。しかしこの日の前日は洪水警報が出ており、海の色はコーヒー牛乳になっていました。さらに雨も結構降っている。1日経ったとはいえ透明度はいつもの半分程度。これでは魚を見つけるのはかなり困難です。さらにこの日は波も強く、回遊魚が来そうな波打ち際は大荒れで気泡が大量に発生し、視界はほぼゼロ。これでは GT 取るのなかなか難しいぞ。かなりコンディションの悪い海ですが、伝説達成のためにはやむなしです。ちなみにこの日はですね8時間潜りました。皆さん僕の8時間をお楽しみください。8時間何をしてたかと言いますと、水面からはね魚がもう見えないんで、とりあえずね海底まで潜っていくんですよ。こんな感じで潜航開始で、ここはですねおそらく水深12、3メーターだと思います。そんなにね深くないんですけど、透明度が悪いとねこんぐらい濁って見えるんですよね。で海底に着いたらひたすら魚を探していきます。これをですね5、6分に1回ひたすら8時間繰り返すという地獄の所業でございますよ。ただねいきなり巨大魚とか来るんでずっとね気は抜けないんですよね。で息が持たなくなったら浮上します。でもちろん上がる途中も魚がいないか探しながら上がっていきます。いやーにしてもこの日はほんまにどこに魚おったんやろうね。全然いませんでした。でようやく水面に到着と。
そして捜索開始から2時間、ようやくまともな魚を発見しました。 GT どころではないですね。もうさて海底まで潜っていきます。海底に到着し魚を探していきます。もうね濁ってるんでね、海底も暗いんですよね。30センチほどのカマスの群れがいますね。あれは水中樹ではつくのが難しいです。とここで水中銃のゴムを緩め魚を狙っていくことに。何がいたのか。ヒット。フレームアウトのヒットです。何が取れたのでしょうか。取れたのはトガリエビス。島ではあんまり人気がないんですけど、沖縄では人気の食材です。この魚ね普段はつかないんですけども、あまりにも何もいないということで、今回ねついてしまいました。味はねかなりいい魚なんですけども、この水中樹でつくにはちょっと小さいんですよね。脳天締めと血抜きをしていきます。気になるお値段は550円となりました。さて開始から5時間、ようやくまともな魚を見つけました。これは絶対に外せません。海底にうっすら見える魚影が南洋ブダイです。こいつが取れれば船代にはなりそうだ。狙いを定めてヒット。よし。こういうね取れない日ってもう本当にね何やっても取れないんで、いつもだったらすぐにね退散するんですけども、なんせね船代が3000円かかってるんですよ。もう GT とかじゃなくて、もうそれを回収することだけを考えてますね。さてこちらのお魚は南洋ブダイ、 1kg1200 円の高級魚だ。気になるお値段は2760円でした。さっきのトガリエビスと合わせてようやく3000円ぐらいですね。あとはガソリン代分も回収したいですね。あと2000円分何か1匹取って帰りたいところと、ここで巨大なブダイの群れと遭遇することに。4キロぐらいのサイズのブダイがたくさんいます。だが警戒心が高いのか銃の射程までは近づいてきません。くそ、こいつらが取れれば今日の収支はプラスになるのに。もしかしたら近づいてきてくれる可能性もあります。息が続く限り待っていきます。くそ、じれったいな。いやー、ちょっとあっちに行ってしまいましたね。一旦浮上しますか。浮上してからもう追っかけてつきましょう。もう待ってるなんてダメだ。追っかけてつこう。ブダイたち、マサルの執念をなめるなよ。絶対についてやるからな。殺気を抑えつつブダイに近寄っていきます。この警戒心ならつけないことはなさそうですね。先行開始。いけヒット。よし、こいつはでかい。この魚はですね南洋ブダイとめちゃめちゃ似てるんですけども、オニハゲブダイですね。目の周りに傷跡みたいな模様があるんで、島ではねこの魚ヤクザって呼ばれてるんですよ。それでは脳天締めをしていきます。さて気になるお値段は2400円となりました。そしてこの後2時間素潜りしましたが、何も魚は現れませんでした。ということでこの日の合計金額は5710円となりました。いやー、ちょっと渋すぎる。もう透明度悪すぎ、無理。
ってきました。いやー、8時間潜って、もう料理するのもしんどいんですけども、料理やっていきましょう。はい、ということで今日はですね、こちら、トガリエビスっていう食材ですね。はい、こちらトガリエビスなんですけども、これね、普段はね、まあ、つかないですね。なぜかと言いますと、これ沖縄ではね、高級魚で、かなりね、いい値段で取引されてたりするんですけど、島の競りに出すとね、めちゃめちゃ安いの。本当に、沖縄に出すか、この沖縄島に出すかで、魚の値段って全く違ったりするんですね。沖縄では1000円なのに、島では200円。島では1000円なのに、沖縄では200円みたいな。5倍ぐらい差があったりとか普通にあるからね。あとね、このぐらいのサイズ、1キロぐらいのサイズは、銃をリロードする手間を考えると、あんまりつかないんですよ。水中銃って。だいたいね、3キロ超えぐらいから、つこうかなっていう気持ちになってくる。銃のリロード時間結構長くない？何分ぐらい待ってる体感3分ぐらい。3分。長い時なんか10分とかかかるよね。ぐちゃぐちゃ絡まってさ。こういうサイズはつかないんですけども、この魚美味しいです。で、今日はですね、炊き込みご飯を作ろうと思い、新たに食材もね、買ってきました。ネギ、しめじ、たけのこ。もう、これで完璧でしょ。質素な生活です。トガリエビスの特徴はですね、とにかくね、これ、鱗がね、鋭利なんですよ。ちょっとキノコで実験してみましょうか。これ、すごく鋭利なんですよ。これ、なくなっていってるのわかるかな？いや、なくなった。ほら。切れた。わかりづらいな、これ。そして、鱗もね、かなり取りづらいんですよ。で、鱗が取りづらい魚は、強めの鱗取りを使うか、もしくは、刺身で食べないんだったら、熱湯をかけましょう。熱湯をかけると、皮と鱗を繋いでる組織って熱に弱いんですよ。なんでね、湯にさっと通すとね、パッとね、剥けます。ということで、お湯を沸かしていきましょう。着火！せっかく給湯器がねえから、はい、75度で出しましょう。最速を目指そう、最速を。早く寝たいから。お、熱くなってきた。75度来ましたね。はい、セット。そしたらね、米の用意をしていきましょう。俺はね、学びました。米は水につけないと硬い。ある程度水につける時間が必要。そして米を炊くのは非常にめんどくさいので、今日はいっぱい作っておにぎりにします。これ、2.5 合ぐらいかな。つけておきましょう。お、100均の包丁も切れなくなってきましたね。お、これ3つに分けてくれてるんだ。めっちゃいいじゃん。うわー、お腹すいた。これだけで食っても全然美味しくない。びっくりするぐらいまずかった。なんか酸っぱいんだけど、そういうもん。クソまずいな。でもタケノコから水出るか。まあいいや。どうしよう。タケノコ。しめじはなるべく小さくしておきましょう。疲労がたまるとね、顎を動かすのすらしんどくなってくるんで、本当に極力顎を使わず食べれるようにちっちゃくしていきます。もう食感とかいらないです。入るこれ。なんかおかしくない？これだけだと匂いがすごそうなんで、ネギも少し入れておきましょう。ネギも少し。それでは醤油。これどんくらい入れたらいいのかわかんねえな。初めて僕炊き込みご飯作ってます今。そっか、初めて作るんだったら分量を測ればいいのかって思ったけど、分量を測るものがないんだ今。みりん、相手ね、みりん、そして塩。これは一つかみぐらいでいいんじゃないか。飲んでみよう。うまっ。お湯が沸くのをしばし待ちましょう。はい、それで沸きました。結構頑固そうなんでしっかりめにかけます。反対側も行きましょう。で、切れた。うわ、最悪。ほら、危ないでしょ。理論上はありやすくなってるはず。おー、ありやすい。超簡単に取れますね。爽快だ。すごい。赤い繊維が取れますね。それでは頭を落としていきましょう。頭が落ちました。はい、そしたらお腹の中を見ていきましょう。お、ちょっと内臓脂肪乗ってるな。この時期なのに期待値が高いかもしれない。血合いもね、落としていきましょう。また刺された。最悪。こいつマジトゲやばい。ここ
この時に今やられました。こうやってちょっと怪我しただけで視聴者の人とかやばい大丈夫ってね心配してくれるんですけど、素潜りやってると1日1回は絶対に怪我をします。絶対にです。だってあんな細い岩の中にガンガン入っていくんやから、もうなんかボロボロなってますよ。こりゃもうボロボロですよ。だからね、怪我とかねあんまりねもう気にしなくなりましたね。ああ刺さってるなーって感じ。はい、それでは3枚におろしていきましょう。皮結構硬いですね。包丁が切れないのもあるんですけど、結構皮硬めです。皆さん100均の包丁でもね魚ってさばけるんですよ。出刃包丁なんてねいらないんですよ。出刃包丁で1回魚さばいたらもう2回目は包丁切れないですからね。包丁研ぐ技術ないと包丁買っても意味ないですからね。だったらもう100均の包丁を毎回使うぐらいの方がいいかもしれませんね。 OK、 今日は出汁としてトガリエビスの背骨を使っていきます。ここら辺は切れるはず。切れないな。切れない時はちぎればいいでしょう。これはもはやもう料理とは言えないような感じになってきてますが、これ本来やったらハサミとかね出刃包丁とかでパンパンってできるんですけど、あーまた刺さった。さあまさかも俺が刺されることに慣れすぎて同情すらしてくれない。大丈夫ですかもないもんね。もう刺さってるわまたっていう、もう表情一切変えない、もうロボットと化してきたなてめえも。75度のお湯で霜降りみたいなことをしておきましょう。もうお湯を沸かすのはめんどくさい。75度あれば魚の身は白くなるんですね。これで匂いを落としてます。うわこんな手で料理してたらまた女性視聴者が減っていく。あ心配してよ、もう暑かったんだから。もうそっちがまさこですよ。もうまさかやんないから、もう暑いし痛いし。はい、ということで背骨を入れていきます。身は豪華ですよこれ。背の身をふんだんに使っていきましょう。わうまっ、めっちゃ味あるこの魚。いや皮が硬えな。骨の入り方が普通の魚と違いますね。変なところに骨が入ってる。骨がね処理されてないとねムカつくんですよ。ほら骨が入ってます。変な場所に骨がある魚だ。僕は骨が入ってない炊き込みご飯が食べたいので、しっかりと骨がないか確認していきます。よし OK。 はい、そしたらこの中に入れていきます。贅沢やな。トガリエビスの色えぐい。まな板がオレンジ色になった。ほらすごい、全然取れない。まだ終わらないんです。そう小判味を熟成してたんですよ。これねめちゃくちゃ美味しいっていうレビューが書いてあるんで楽しみや。味噌汁も美味しかったしな。いい感じに水が抜けてます。おーいいね。鱗が残っているように見えます。鱗が入ってる炊き込みご飯など絶対に食べたくないので、しっかりと鱗を取っていきます。おい数日前の俺サボったせいで今俺がしんどいぞ。まだ鱗が取りきれない。よし、まあおおむね取れたでしょう。洗い流していきます。いやいい密室ですね。めちゃめちゃいいじゃん。とんでもない雨が降ってる。夜潜りに行かなくてよかった。渋いから夜潜りに行こうとか言いそうになってたもんね。危ね危ね。ということで綺麗になりましたんで三枚おろしをしていきましょう。これめちゃめちゃ密室いいよ。多分ね分かる。食べる前から美味しいって分かります。これは追熟しましょう。さらに熟成をさせていく。もう熟成が完成してるようだったらこれも食べましょう。でももう1日ぐらい熟成できると。はい、そしたら腹骨を落としていきます。これお腹の白い部分取りづらいな。この内臓に触れてた部分は基本的には臭いんで取り除いた方がいいです。こういう白い場所ね。ただ今回は炊き込みご飯なので少々大丈夫でしょう。やばくない？雨。この小判味ちゃんたちも入れていきます。うわ山盛りや。これで2日分の食料確保やな。オッケー。はいセット。
れは明日も濁ってそうやね。雨の音がすごい。ちょっと玄関開けてみる。ほら、土砂降りです。うわー、光ってる光ってる。おー、めっちゃ光った。はい、ということでできたんですけども、一つ分かったことがあります。飯盒は入れすぎちゃダメです。こうなりました。もう溢れ出る溢れ出る。うまくできているのか。ちょっと焦げ臭いぞ。おお、待って、完璧じゃない？めっちゃうまそう。うわー、すっげえ、めっちゃうまそうじゃん。物が乗りすぎてご飯が見えないです。こんな感じになるんだね。はい、背骨が出てきました。丼にね、移していきましょう。でもちょっとご飯ゆるいな。ちょっとべちゃべちゃだ。てかご飯の量めちゃくちゃ多いんだけど、これで明日の朝おにぎりが食べれますよ。これ適当に入れたけど3合ぐらいない。なんなら4合ぐらいない。めっちゃ多いんだけど。やばいやばい。飯盒ってこんなに量多いんだ。知らなかった。魚と混ぜたいんだけど仕方がない。反則技を使おう。ボールちょっと量多すぎるって。うわー、うまそう。最高やなこれ。そう、こうやって混ぜて均等にしたかったわけですよ。じゃあ盛り付けましょう。そして水分が多いな。最後にネギを振りかけて完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、なんか最初と比べるとね、生活のレベルが上がってきてるよ。うわー、久しぶりのしっかりした野菜やタケノコ。いただきます。すげえ。ネギってこんな豊かなフレーバーしてたっけ？ちょっと今ネギのフレーバーが素晴らしすぎて感動しちゃったんだけど、20日間ネギみたいな香りのあるもの一切食べてこなかったから、このネギの鼻に抜けた感じがなんかもう懐かしすぎて、ネギうまっ。ごめん、トガリエビスの食レポじゃなくなってるんだけど、すっご。ネギやば。うわー、これもう全部かけちゃおう。待って、うわ、ネギってこんなうまかったっけ？どんな貧しい生活してるんや俺。ネギってこんなうまかったっけ？てかネギとね、炊き込みご飯がめっちゃ合う。病院食みたいな味ですね。1回しか入院したことないんで、病院食を1回しか体験したことないんですけど、純粋質素な、まあこれ食ったら健康そうなんやろうなみたいな感じの味がします。すっごい薄いですね。なんでかっていうと、普通ね、炊き込みご飯作る時って出汁入れるんですよ。で、今回出汁がなくてトガリエビスの背骨を使ったんですけど、トガリエビスの背骨の出汁ちょっと弱いわ。あれ10個ぐらい入れたらいい味になったかも。ネギうまい。本当はね、小判アジとトガリエビス、これのね刺身を切って食べようと思ってたんですけども、体力の限界です。明日やりましょう。明日小判アジとトガリエビスと明日取れた魚の刺身、これをね盛り付けて食べましょう。これ本当にね、低脂質高タンパク最強の痩せ飯だと思う。そしてですね、20日目にしてついにですね、この生活に慣れ始めてきました。辛いんですよ。体中痛いんですよ。で、今も痛み止め飲んで動いてるんですよ。でもなんか慣れてきた。だからめちゃめちゃしんどいっていう状況に慣れてきた。あと幸せのハードルがめっちゃ下がってる今。普段生活してたら幸せのハードルってすごい上がってると思うんですよ。今日ね、昼間ちょっと仕事の打ち合わせの話があって、久しぶりにね人と話してたんですけど、仕事先の人よ。仕事先の人だから友達と会ってるとかではないんやけど、その人と話してたら、あ、人と話すのってこんなに楽しかったんやって思えたし、こんだけしんどい生活したらネギってこんなうまいんやって思えるし、なんか多分すごい辛い状況なんだろうけど、今すごい幸せな状態なのかもしれない。一周回ってきた感じがありますね。いろんなもののありがたみを感じる、本当に。そしてですね、飯盒生活スタートして初めて、見てください、おこげができました。ほら見て、これおこげが食べたいがゆえにこれでやってると言っても過言ではない。おこげってこんなうまかったっけ？待って、なんやこの刺激的な食べ物は。うわ、刺激的だな。やば。なんかね、今本当に味覚がすごく繊細になってる。ちょっとの刺激でもすっごいグワッてくる。これはやっぱり20日間極限の生活をしないとこのおこげは食べられないんですよ。今俺にしか食べれません。みんながこのおこげ食べてもここまでの感動にはならないと思う。自分を追い込んだ価値があったな。もうおこげ、もうお前おこげすぎるって。もう本当におこげったらもう。
これマサルが頭おかしくなったとか言って編集されるんやろうな。そしてこれ明日出るの行儀悪いとか言ってくる人がいるんやろうな。うるせえ、しんどいからもうこっちは足崩さなきゃやってらんねえんだよ。わ、この状態でマナー講師の人とコラボしたいな。はい、それではごちそうさまでした。入ってきたね、高カロリーなものとかいろんな食べ物の CM で食の煩悩の塊だった自分がこの20日間で洗い流されてる感がある。1000人になりそうやわ、このままいくと。マサル1000人って名乗ろうかな。1000人になったら素潜り漁師マサルやな。とはいえですね、まだ企画が続いております。 GT をとにかく撮りたい。とにかくね GT を撮りたい。で、明日こんだけ雨降ってたらね、多分ねまた海濁ってると思うんだよね。なかなか渋い状況ですけど、まあ本気で探しに行こうと思います。撮れたら奇跡を起こしましょうということで、本日は寝ます。